J-Wave アクロス・ザ・スカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物ミュージック・オブ・ザ・スフィアス、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしております。今回は先週に引き続きピアニストの住野未来さんをお迎えしています。こんにちは。こんにちは、住野未来です。はい。今週もお忙しいところありがとうございます。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。はい。改めてちょっとプロフィールを、紹介します。98年生まれ、ショパンコンクールインアジアコンチェルト部門優勝、東京音楽コンクール第3位、そしてフランスに拠点を移して今はリヨン国立音楽院に在籍中、日本フィル、東京交響楽団などなどと共演し、コンサートピアニストとしても活躍しておりまして、兄はピアニストの住野隼人さんだそうです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は昔の話を聞いてましたけど、はい。最近の話でもします？そうですね。してみますか？してみますか？なんかフランスに留学してるんですよね。はい。そうです。去年？あれ？一昨年？いつだっけ？一昨年の秋？9月？なんか引っ越したての時にパリで、そうパリに来て1週間くらいの時に、お兄ちゃんが泊まりに来て、助かったよね、あの時は。なんか生活用品を買い出しそう生活用品を揃えてくれるっていう。スーパーマーケットどころじゃない、なんか家具っていうか布団とか買いに行って。布団寒くてさ。寒いよね。掛け布団が足りなくて、とか、バスマットとか。バスマット買ったわ。とか、日本食材店行ってめっちゃ買ってもらった。そうでしたね。ね、はい。いや、ありがたかった。初期に。すごい、だから、時はすごいいい暮らしができた。数週間くらい。あの時だけですか？そう。あの時の物資がある限りは、いい感じで暮らせてた。そう、あれから今があるみたいな感じですよね。そう。そろそろまた来ていただければ嬉しいですけど。いや、リヨンになっちゃったからさ、そうだね、去年まではパリにいたけどさ、リヨンってね、なかなか行かないじゃないですか。パリだったらでもリヨンでもさコンサートしてたじゃん。してたけど、いや行きたいですよ。ぜひぜひ私がいる間に来てくださいよ。リヨンとジュネーブって近いっけ？割かしスイスに近い方だから。そうよね。そんな遠くなかったと思う。ジュネーブとか多分行く気がするんだけど、さておきリヨンの生活はどうですか？リヨンは、最初の1年はパリにいて、で、その後リヨンに引っ越したんですけど。そもそもなんでパリじゃなくてフランスに行きたいと思ってた？フランスに行きたいと思ったのは、やっぱりずっとフランス音楽が好きで、ラベルだったり、ドビュッシーだったり、よく演奏会でも弾いてるんですけど、それでフランス音楽がやっぱりもっと勉強したいと思って、で、フランスの、先生に習いたいっていうのがあったので、ずっとフランスに留学したいと思っていて、でちょうどコロナのタイミングとかも重なってなかなかタイミングが難しかったんですけど、それでついに一昨年の秋からパリに1年住んで、で今年からはリヨンの学校に入ることになって、リヨンに住んでます。なるほど。例えば代表的な1週間の生活を挙げるなら、どんな感じなんですか？でも私はその大学院というか修士課程なので、マスター課程なので、授業自体は全然そんな多くなくって、授業は2つと、あと自分の実技のレッスンがあって、あとは基本的に練習するのと、あと論文を書く。論文も書くんだ。そう、論文。フランス語で？フランス語で。大変だ。大変だよ。どうするの？でももうさ、引っ越したての時は、まだ俺がフランス語でちょっとドヤ顔できたけど、もう今やさ、もう天と地の差じゃないですか。さすがに、そうだね、1年ちょっと住んでるから。慣れましたか？
でも、日常会話はやっぱりできるけど、その論文を書くのってさ、専門用語だったり、もっと難しい文法だったりするから、それはやっぱり全然違くて、まだ先が全く見えてない。その論文でどんなことを書こうとかは決めてんの？そう、それは大体今決めてて、それが、今演奏会を、東京と長野と名古屋でリサイタルさせてもらったんですけど、それで演奏してるメルボニスっていうフランスの作曲家。なんか女性作曲家なんだっけ？そう。ドビュッシーと同世代で、ドビュッシーと同じ。同棲してたのかと思った。違うよ。同棲、そんな、しょうもないところに突っ込まないで。話が進まない。ごめんなさいね、本当に。いや、そう。そういう、その女性作曲家が、やっぱり全然日本でも、フランスでもそんなに知名度がない作曲家なんだけど、でも、その書かれてる曲は、すごく、綺麗な曲がたくさんあって、その作曲家について論文書こうかなと思ってる。じゃあそもそもどうやって見つけたわけですか？それは、パリに住んでた時に、そのパリのフィルハーモニーに演奏会聞きに行った時に、パリカンだったかな？パリカン弦楽団が、メルボニスのそのオーケストラの作品を演奏してて、で、その時に初めてメルボニスって知って、こんな綺麗な曲があるんだって思って、で、調べたら、その時演奏してた曲のピアノバージョンがあったの。で、それをどうしても弾きたいと思って。で、それを。それを。研究してるわけですか？研究かつ演奏してる。そうですね。そういうことですね。なんかフランスにいると、そういう、いろんな作曲家に触れる機会が多かったりする？そうだね。やっぱり日本でよく知られてる作曲家じゃない作曲家に出会うことっていうのがたまにあって、やっぱりこんなに作品たくさんいい作品があるんだなって発見しますね。発見しますね。まあちょっとじゃあここでそんなメルボニスではないんですけど確かメルボニスにすればよかったけど、それをまたそれはまたで、ここでまた角野未来さんの選曲で一曲聴かせていただきましょう。曲紹介お願いします。ラベルの弦楽四重奏から第1楽章です。お送りしたのはラベルの弦楽四重奏第1楽章、演奏はアルバンベルク四重奏団でした。綺麗な曲ね。本当にこれは私がラベルが好きになったきっかけの曲で、そうこの曲いつだったかな、高校3年生くらいの時に、生のコンサートじゃないんだけど CD で聴いて、この1楽章の最初のこの登っていくところで、胸がうわーってなって、こんなに綺麗な和声。やっぱ最初なんだね。いつも胸つかまれるとき、心つかまれるときっていうのは。何でも最初が肝心なのかな。最初が肝心ですか？いや別に最初だけってことじゃないよ、いつも。まあそうでも東京建物ミュージックオブザスフィアス東京建物ミュージックオブザスフィアス、今日は引き続きピアニストの角野未来さんをお迎えしています。最近なんかリサイタルをやってることもなんか見てると多そうな感じですけど、7月にもあるんですよね。そう、7月にも、次日本に帰ってくるタイミングで、また7月コンサートさせてもらいます。東京文化会館小ホール、7月13日。これは何を弾くんですか？これは、ショパンの船歌、そしてシューベルトの4つの即興曲と、ラベルの邦画で感傷的なワルツ、夜のガスパールなどを弾く予定です。いいですね。なんかプログラムってどうやっていつも決めますか？いつも本当に時間がかかるんだけど、俺の場合。いや、私もめっちゃ時間がかかる。だから大体は一番最初に弾きたい曲があって、もうこの曲は弾きたいっていうので、それを元になんとなく関連っていうかこうテーマを見出して他の曲を決めるっていう感じかな。
私もめっちゃ時間がかかる、いつも。でも今回の場合はこのシューベルトの即興曲を弾きたくて。それはピリスの影響？いや、っていうか、まあなんかこの上野でリサイタルする、この文化会館の小ホールでリサイタルするっていうのが結構なんとなくちょっと節目感があって、自分で、まあ上野20年間10年以上通ってたし、上野にあるもんね。そうで、上野公園をいつも学校帰りに歩きながら、なんでなんかどうやったらもっと上手くなるんだろうっていつも苦い思いを抱えながら歩いてた文化会館の前をいつも通ってたから、でそこでなんかその時よくなんかすごいスランプだったりうまくいかないことが多かった時によく聴いてたのがこのシューベルトの即興曲で、それでなんかすごく慰められて癒されたっていうのもあって、そのシューベルトを弾きたいなって最初に思ってたのと、でラベルは今年生誕150周年じゃん。確かに。そうだからで、その東京音楽コンクールっていうのに出た時に、この二次予選でこの同じ会場でこのラベルの夜のガスパールとか弾いたんだけど、その時にすごくこの会場に合うなって思ったの、ラベルが。そうだからまた弾きたいなって思って。なるほど。でそのシューベルトとラベルって結構正反対っていうか、あんまりなんか並べられることないイメージがあるんだけど、だからそれをなんか2つ関連づける曲として、この黄河で感傷的なワルツ、この曲はなんかラベルがシューベルトのワルツをお手本にして書いたって言ってて、そうでそのシューベルトの黄河なワルツと感傷的なワルツっていうのがあって、なんかそれをこうそういうところからインスピレーションを受けて書いたっていう曲なので、まあだからそれを間に挟んで並べたらいいプログラムになるかなと思って。なるほど、はい、いろんなバックグラウンドがあって、そう素晴らしいですね。そうですかこれは楽しみですね。聞きに来てくださるでしょうか？もちろん日本にいたらね。日本にいたらね。日本にいたらですけど、はい、ぜひということでなんかコアラがお好きなんですよね。はい急に、はい、コアラめっちゃ好きです。別にそれだけなんですけど。広げる気はなかった。いや、なんかコアラへの愛を語ってもらえたらいいかなと思ったんですけど。そうですね、私の好きなコアラが多摩動物公園にいるあずまちゃんっていうコアラなんですけど、めちゃくちゃ具体的やった。でやっぱコアラの中でも、なんか群を抜いて可愛いんですよ。なんかこうずんぐりむっくりしてて、こう本当にぬいぐるみみたいな感じの可愛いコアラがいるので、ぜひちょっと検索してみてほしいんですけど、最近あずまちゃん、そう紅あずまのあずま、紅あずまのあずまそうで、日本に帰ってきて最初に買ったのが、あずまの写真集まであんの？ちょっと待ってよそうそれもぜひ見てくださいなんか勝手に宣伝してる。勝手に宣伝じゃあよく見に行くんですか、リアルで？いや、でもやっぱりリアルで行く時間そんなないから。まあでもこの間ね、鹿児島行った時は、そうお兄ちゃんのコンサート前にコンサートの3時間前くらいに、どっちがメインかみたいな感じでね。そうコアラメインで、コアラついでにコンサートも、いやそんな嘘ですコンサートがメインですよ。いや、めっちゃ行きたかった。コンサートなかったらついてきたかった、ね。そう、でも時雪だったから本当に動物園誰もいなかった。そうよく運営してたなって。いいやん、独り占めできるから。そうなの、贅沢な時間でした、でもさ、コアラって1日20時間寝るんでしょ？そうなのよ。20時間も寝るってことはさ、言っても大抵は寝てるってことでしょ？そうなのよ。よくお分かりでそういうことなの。楽しいですか？いや、だからこそちょっと動いた時にみんな大興奮してる。ほら動いた、こっち来てみたいな感じで、なんかそこにいる人たちみんな知り合いじゃないんだけど、なんかみんな連携して、動きましたよみたいな。なるほど。こっちの角度から見えますよみたいな感じで、
なんかやっぱコアラにもアイドルファンみたいに本当に追っかけしてるオタクの方がいっぱいいて、いっぱいいるの？いっぱいいる。で、私はそういう人をインスタとかツイッターでいつもフォローしてもういいねして保存してってやってるんだけど、世界は広いな。そうだよ。だから年パス買って毎日行って、こんな長いカメラでずっと撮って、だからこそこうやって動いてる瞬間も捉えられるんだと思う。なるほど。そう。でもいつ仕事とかしてるんだろうって思うんだけど、これが仕事なのかな。まあだったら幸せだけどね。そう。めっちゃいいね。動いた時に。そうだからこそ盛り上がるってことか。だからこそそうっていう話でした。っていう話ですか。ありがとうございました。はい。ということで、はい。まあちょっと初めてこうして公に、はい。会話させていただきました。公に会話。そうですね。はい。はい。お忙しいところ。いやとんでもないです。ね。今後のご活躍もお祈りしてます。こちらこそいつも活躍拝見してますね。はい。これからも応援させていただきます。大丈夫です。はい。大丈夫です。はい。2週にわたって、私の妹であります住野未来さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に住野隼人からのお知らせです。現在映画住野隼人ドキュメンタリーフィルム不確かな奇跡が全国公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。そして来週は僕の友人で、素晴らしいピアニストでありますスペイン出身のピアニストマルティン・ガルシアさんをお迎えします。東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルステッカーを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオから僕住野隼人へのメッセージや質問とともにステッカー希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。住野隼人でした。